ビルドファイターズシリーズ最大の魅力といえば、男心をくすぐるガンプラバトルですが、そこに欠かせないのが、日常と戦場を彩るヒロインたち。ビルドファイターズシリーズは戦争ものではなく、ガンプラを軸にした青春もの作品ということもあって、他作品に比べて、等身大のヒロインを描きやすい傾向にあります。そのため、今でも、ファンの心を掴んで離さない、魅力的なヒロインが数多く登場しています。今回は、そんなビルドファイターズシリーズのヒロインの中でも9人を紹介したいと思います。1、高坂千奈。千奈は、主人公、伊織聖の同級生で、聖からは委員長と呼ばれています。理知的で控えめな性格をした少女で、聖とは、JAL さんのお尻を痒くさせるようなもどかしい青春模様を繰り広げていました。ちなみに、テレビ東京の公式サイトに掲載された紹介文では、性格と同じく、胸も控えめとわざわざ言及されており、作中ではナイスバディな女性ばかり登場する中で、一人胸を気にするような態度を見せています。登場したばかりの頃は、ガンプラに関する知識はゼロでしたが、思い人である聖が熱中するガンプラの世界に徐々に惹かれるようになり、アニメ9話では、女性限定のガンプラバトルに出場。模型作りは初めてながら、美術の要領を生かした高い塗装技術と初心者ゆえの自由な発想で、中に綿を詰めたベアッガイさんを制作しました。聖たちが世界大会に勝ち進んでからは、彼らに帯同し声援を送り続けています。また、7年後が舞台となる続編、ビルドファイターズトライでは髪を伸ばし、落ち着いた雰囲気をまとった大人の女性として成長しており、作中では、ガンプラバトルから離れた弟のユーマを気にかけています。ちなみに、7年経っても、胸は控えめとなっているようです。ファンからは、メガネっ子がリアルにおとなしい感じの喋りなのがいい。この地味さ、俺は素朴な感じで好きなんだ。と、濃いメンツの中で光る純朴さが高い支持を得ています。2、伊織凛子。凛子は聖の母親で、家を留守にしがちな夫、武志に代わり、実家の伊織模型店の実質的店長をしていますが、模型の知識は乏しいため、基本的には聖に頼りっきりとなっています。一児の母とは覚えないほどの若々しさと抜群のプロポーションに加えて、人当たりのいい朗らかな性格で、模型店の常連にはJALさんのように骨抜きにされた人も多いようです。人間としての器も非常に大きく、突然居候することになったレイジを快く受け入れたり、レイジが勝手に相良ゆるき愛年へ伊織家での居候を提案した際には、当初は戸惑いながらも最終的には快く受け入れていました。ちなみに声優はシードに登場するマリウラミアスを演じた三石琴之ということもあって、第5話の次回予告ではシード風ナレーションをしたり、作中でシードオープニングのインボークを口ずさんでいたりと、中の人を意識したネタがいろいろ見られます。聖が世界大会に出場してからはJALさんやチナとともに聖たちに声援を送っています。ちなみにその若々しさとダイナマイトボディからガルパンの西住志保とも並んで同人誌を熱くする人妻キャラとして高い支持を受けており、視聴者からはちょっと色っぽすぎる、話に集中できなさすぎるという声が寄せられていました。3、キララ。キララは歌って踊れてガンプラを作ってバトルまでこなしてしまうというキャッチコピーで、売り出し中の秋葉系ガンプラアイドルという属性が多すぎる人物です。ただその肩書きに負けないほどガンダムへの造形は深く、聖と対等に話せるほどの知識を持っていますが、これは事務所の命令で強制的にガンダムの勉強をさせられただけで、あくまで自分の知名度を上げるための踏み台程度に思っていました。しかし成り上がりたいという気持ちは本物で、その信念の強さはレイジからもやると言ったらやる女と認められており、世界大会時には努力が実りイメージキャラクターに抜擢されました。なお大会開催を祝うパーティーに出席した際に、キララと気づかないリカルド・フェリーニに口説かれるも、フェリーニの酒癖の悪さに一度は幻滅しています。しかしアイラ戦で心が折れるフェリーニを叱咤激励するなど関係は続き、 GM の逆襲ではフェリーニからリカルド呼びに変わっていて、関係が進展していることも伺えました。ちなみに本名は三星。本来の姿は紫髪とそばかすで、印象的なアイドル児と比べると地味めな見た目をしていますが、持ち前のプロモーションからこちらの人気も高く、素の状態の方が好き、黒髪長髪巨乳太もも好きはこいつのせい
と語るファンも見られました。ちなみにビルドファイターズトライでは三星名義でハリウッド女優まで上り詰めています。4. アイラ・ユルキアイネン。アイラはフィンランドのガンプラチームネメシスに所属するファイターで、もともとはストリート育ちの捨て子でした。しかしトラフスキー粒子の流れを感知できる、そのためガンプラの動きを先読みできるという特殊な能力を持っているため、フラナ機関のバルトに能力を見出され、厳しい訓練を経てファイターとなっています。そのためガンプラバトルはあくまで食べていくための手段でしかなく、特に思い入れはなかったようです。しかしレイジとの肉まん奪い合いから始まった出会いを経て、レイジとガンプラに徐々に惹かれていきました。バトル中は寡黙でクールな雰囲気をまとっていますが、本来は喜怒哀楽がはっきりした性格をしており、特に食が絡むと感情豊かになる傾向があります。そのためファンからはクール強化人間キャラだと思いきや、面白女とそのギャップが高い支持を得ているようです。作中ではレイジとの戦いを経てフラナ機関と縁を切り、レイジたちと交流を深めていきます。最終的にはレイジを追って彼の故郷である異世界アリアンへと渡りました。そして本編から7年後となるアイランドウォーズではレイジと結ばれて王妃となり、娘を授かっていることが判明しています。ファンからは何もかも捨ててアリアンへついていくのが最高に可愛いと、レイジへの一途で強い思いが高く評価されていました。ちなみにネメシス会長の孫ルーカスお坊ちゃまに、勝ちたかったら自分でやんなさいとぶち切れた結果、ルーカスは続編のビルドファイターズトライでは3年連続ヨーロッパジュニアチャンピオンになるほどの腕前に成長しました。5. 星野文菜。文菜パイセンはビルドファイターズトライにおけるメインヒロインで、青峰学園のガンプラバトル部部長を務めています。プラモデル部の部長による嫌がらせから廃部の危機に瀕していましたが、主人公神木世界との出会いを契機に彼女を取り巻く環境は大きく変化していきます。明朗快活な性格と中学生というには無理がある放漫なスタイルの魅力的な少女で、作中でも数多くの男性から好意を寄せられていました。なお普段着がスポーツブラとスパッツの上からパーカーを羽織ったかなり露出が高いものとなっており、この姿で大会にも堂々と出場していることから、ファンからいろんな意味でツッコミを受けることもあります。作中では世界ユーマと共にチームトライファイターズを結成、全日本ガンプラバトル選手権に出場し、最終的に全国大会優勝を果たしました。ちなみに自分の運命を変えてくれた世界へ徐々に思いを寄せていくものの、世界があまりにも朴念人すぎるため、その思いは全く届いていません。また最終話では酒井湊がフミナ本人の許諾も取らず、全身軟質素材でフニッフニのスーパーフミナを作ったため、いろんな方面から怒られていましたが、まさかのスーパーフミナもガンプラとしてリリースされました。しかもあまりの人気に公式も味を占めたのか、2016年にはアイランドウォーズに登場したティターンズメイドバージョンとカラバリのエウーゴメイドバージョンが発売。2017年にはアクシズエンジェルバージョンが発売と、ことあるごとにバリエーション展開されアップデートされるという優遇ぶりを披露しています。そのためファンからガンプラを愛し、自らもガンプラになった女と称賛の声を浴びています。6. 神木未来。未来は神木世界の姉で、青峰学園高等部2年生。ファッション誌の読者モデルを務めるほど整った容姿とプロポーションの持ち主です。作中では道行く人の視線を釘付けにする絶世の美女として描かれており、ユーマも密かに未来へ思いを寄せていました。また性格も上品でおしとやかな一方、世界に頬を膨らませたりとあざと可愛い一面もある魅力あふれるキャラクターとなっています。なお本人は自分の色恋よりも弟の人間関係の方に興味津々で、世界とフミナの距離が縮まることを密かに期待しているようです。ちなみに幼少期世界とともに次元派王流拳法の教えを受けているため、バトルの才覚にも優れており、作中で東京ガンプラコレクションに出場した際にはベアッガイファミリーを巧みに操り、タクの黒い単影ガンダムをコックピットごと撃破しています。序盤はあくまで世界の活躍を影から見守る姉ポジションにとどまっていましたが、全国大会では大会のイメージガールに抜擢されたため、中盤以降は
世界たちの近くで彼らの活躍を見守るようになりました。魅力的すぎるスタイルと理想的な姉属性ということで非常に人気が高く、見ようと思ったきっかけは未来お姉ちゃん。未来お姉ちゃんの母性でビルドファイターズしか勝たんと語るファンも見られます。7. 佐々木薫子。薫子はビルドファイターズに登場したギャン使い佐々木進の妹で、兄と同様ギャンをこよなく愛するファイターとして名を馳せており、作中ではギャン子の異名を持ちます。ただ使用機体はギャンではなく、設計思想を受け継いだ R ジャジャをベースにした R ギャニャを使用していました。性格も兄に似て高飛車で勝ち気な部分はあるものの、恋をしてからは積極的にアピールする乙女な部分が目立つようになっています。スタイルに関しては細身だった兄とは逆にかなりがっちりした体格をしており、もはや服がはちきれんばかりのスタイルをしています。作中ではトライファイターズとの戦いの中で世界が薫子を救いながら兄から受け継いだ盾を褒めたことで世界に好意を寄せるようになりました。その後は事あるごとに世界へ熱烈なアプローチを仕掛けるようになりますが、牧年人な世界には全く通じていません。また同じく世界へ思いを寄せるフミナとは恋敵として世界をめぐって幾度も衝突していますが、同じ女性ファイターとして敬意を払い合う仲でもあります。登場時からその10モビルスーツっこっぷりと乙女な部分がファンから高い支持を得ており、俺ギャン子でぽっちゃりの良さ分かった、太良いという声が見られます。8. レディ川口。レディは名人川口と同じく川口の名前を受け継いでおり、将棋や囲碁の世界でいう女流名人にあたる女性ガンプラファイターです。ファッション面でも名人と同じくどこかクワトロバジーナを思わせるいかついサングラスにノンスリーブのトップスと非常にキャラが濃い点も特徴です。ただレディもビルドシリーズヒロインの例に漏れずグラマラスであるため、いろいろと目のやり場に困る状態となっています。かつて第8回世界大会に出場していた人物で、その大会での活躍を目にしたフミナは彼女を憧れの対象と見るようになりました。なお当時のレディは好きな時に戦いたい相手と戦うという信念を持っていたため、トーナメント形式の大会に興味はありませんでした。そのため第8回世界大会には復活したバトルシステムに触れるためだけに出場しており、満足してからは早々に大会をボイコットしています。このように若い頃は非常に自由奔放な少女でしたが、名人川口や第6回世界大会優勝者カルロス・カイザーの娘プリンセスとの出会いを経て、ガンプラを盛り上げる女性ファイターとしての道を歩み始めました。独特な個性を持った人物ですが、そのスタイルの良さからかレディ川口のプラモも出せと声を上げるファンも少なからず存在するようです。9. 木島シア。シアは私立ガンプラ学園のチームソレスタルスフィアに所属しており、ファイターとしてもビルダーとしても突出した能力を持ちます。特にビルダーとしてはまるで感情を読み取るようにガンプラの状態を把握できる特殊な感受性を持っているようです。容姿に関しては牧年人な世界が顔を寄せられるとドギマギするほど整っている上に、儚げな雰囲気と小柄で華奢なスタイルも相まってシリーズでは珍しいミステリアスな美少女として完成されています。作中ではニールセンラボの合宿で世界と出会い、兄のウィルフリッド同様ガンプラへ強い情熱を持つ世界に興味を抱くようになります。そして徐々にその実直な人柄と強さに惹かれていき、終盤は世界への好意を隠さずアプローチする積極性を見せるようになっていきました。また世界からも好意とは言わずとも強い信頼を寄せられており、最終回では世界からの要望でガンプラ製作の指導を行っていました。世界が自身の名前を冠した紙木バーニングを制作した際には、自身もダブルオーシアクアンタという自らの名前を冠したガンプラを制作したり、フミナとギャンコに世界との間に何かがあったかのような意味深な言い回しをするなど、他ヒロイン以上にしたたかな一面も垣間見えます。登場は他ヒロインに比べて遅く、出番も少なかったものの、その容姿とミステリアスな雰囲気、大胆でしたたかな態度に見せられたファンも非常に多く、ネットでは正直フミナよりお似合いだと思ってる、セカシアが異端という風潮に一石を投じたいという声も見られました。ということで以上、ビルドファイターズシリーズヒロイン9選でした。個性あふれる可愛いヒロインが多いのも
ビルドファイターズシリーズの魅力の一つではないでしょうか。ぜひ皆様が好きな女性キャラもコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。